こんにちは。まゆすみりんチャンネルのまゆです。いつもご視聴ありがとうございます。さて、本日は我が家のメインスペースであるリビングダイニングをご紹介します。我が家の LDK は南北に長い縦長の I 字型で、広さは 23.6 畳です。家族が一番長く過ごす場所だからこそ、居心地の良さと開放感を追求しました。素材の選び方から照明計画、日々の暮らしを快適にするちょっとした工夫まで、詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。また、動画に映るインテリアの詳細は概要欄に載せていますので、ぜひ確認してみてくださいね。それでは早速見ていきましょう。まず、この空間のベースとなっているのが床と窓です。天井の高さは標準の約 2.4 メートルです。床材は国産ならジャパニーズオークの無垢床を採用しています。この I 字の LDK に合わせて長手方向に伸ばして貼ることで空間が広く見えるようにしています。実はこれ、住友林業さんがこだわっている木材で、冬の季節にしか伐採されないすごく貴重なものなんです。見てください。この節目がとっても綺麗ですよね。無垢床は冬も冷たくならないので、我が家は一年中スリッパなしの生活をしています。素足での足触りが本当に気持ちいいですよ。そして次に窓の紹介です。我が家のリビングダイニングの窓は、毎朝こんなに美しい朝日が差し込む東向きの大開口窓です。窓は引き違い窓で、1枚あたりの大きさが高さ 2.4 メートル、幅 1.3 メートルあります。この窓のおかげで、一年中気持ちのいい朝日が部屋の奥まで降り込んできます。朝だけじゃなく、大開口窓のおかげで夜も素敵なんです。目隠し塀にライトアップされた植栽を眺めながら、夜でもカーテンなしで過ごせちゃいます。旅館のようでとっても贅沢な雰囲気です。これだけ大きな窓だと、冬は寒いんじゃない？結露は？と心配される方もいると思います。我が家はアルミ樹脂複合サッシのペアガラス。冷気もほとんど感じませんし、結露も全くないです。カーテンレールは折り下げ天井の裏に、普段は見えない位置に隠しています。カーテンレールが見えると見栄えが悪くなりやすいので、折り上げるなどして隠すことをお勧めします。そしてこの LDK の主役とも言えるのが、この折り下げ天井です。天井高は標準の 2.4 メートル、折り下げ天井は高さ 2.2 メートルです。幅は91センチ、突き板の多く75ミリピッチを採用しています。リビングからキッチンの上まで広げたことで、空間に奥行きとアクセントが生まれました。外の軒の向きと合わせて貼ることで、内と外のつながりを感じ、空間がより広く感じます。本物の木の質感が空間をぐっと上質に見せてくれます。この折り下げ天井の上には後部照明、いわゆる間接照明を設置しています。下から覗いても光源が直接目に入らないように工夫して設計されています。そしてこの間接照明、調光調色付きなんです。昼間や作業するときはすっきりした中白色に、夜寝る前はリラックスできる電球色にとシーンに合わせて変えています。
もちろん明るさも調節できます。光を落とすと不思議と気持ちまで穏やかになって一日の終わりをゆったり過ごせます。普段は基本的に間接照明だけで生活しています。ダイニングで書き物やパソコンなどの作業をするときに調光調色機能付きのダウンライトも設置しています。リビングを暗くしてもダイニング上の光だけで落ち着いた雰囲気に。子供が寝た後の夜カフェも大好きです。テレビは壁掛けにしてすっきり見せています。壁掛けテレビの金具は施主支給しました。設置する壁の内部には補強を追加しています。あと、我が家はネットフリックスなどの動画配信サービスをよく利用するので、壁に情報コンセントを設置しています。配線が見えるのが嫌だったので、壁の内部に配管を通しています。リビング側からケーブルが見えないように隠しています。ソファーの下の床には見えにくいようコンセントをつけてもらいました。ここでくつろいでいる時に携帯を充電したり、冬場は電気毛布を使ったり、ドライヤーなんかも使えて重宝しています。そしてこちらにはピアノを置いています。ピアノを置くことは家づくり時点で決めていたので、あらかじめこの床下には下地補強が入っています。ピアノやトレーニング機器など重量物を置く予定がある場合は忘れないようにしてくださいね。エアコンは外壁側ではなく、あえて家の中心に配置しました。そのために配管が見えないように隠蔽配管という方法を採用しています。エアコンはノイズになりやすいですが、これなら好きなところにエアコンを配置できます。内装にこだわる方にはおすすめです。ただ、将来交換するときに工事業者が限られてくるなどのデメリットもあるため、採用する際は注意が必要です。最後にこのリビングのメインドアです。天井までの高さがある突き板のハイドアを採用しました。ちなみに住友林業はこれが標準仕様です。天井までスッと伸びていることでお部屋がすっきり広く感じられます。また引き戸はすべて引き込み戸を採用しています。壁の中にドアが収納されるので、ドアを開けている時に目立たず綺麗に見せることができます。はい、というわけで今回は我が家のリビングダイニングをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。国産奈良の木床や多くの折り下げ天井といった本物の木の質感と、時間帯によって表情を変える照明計画、そして配線やコンセント、下地補強といった暮らし始めてからやってよかったと思える細かな工夫を紹介しました。この動画が皆さんのおうち作りの何か少しでも参考になれば嬉しいです。家づくりを行っているあなたの力になれるよう、住宅四天王エースさんと無料で家づくりサポートを行っています。ハウスメーカーの選び方や間取りのチェック、資金のことや土地探しまで一緒に寄り添ってサポートしています。安心して家づくりを進めたい方は、ぜひ眉までお気軽にご相談ください。今日の動画が良かったと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメントや質問もお待ちしております。動画に映ったインテリアは概要欄に載せています。ぜひ参考にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。